おはようございます。こんばんは。ことの葉あかねです。妹の葵です。早速やけど、葵、魚野のランクマにも新シーズンが来たな。確認してみたけど、前シーズンの私たちの最終順位は113位だね。次も頑張りたいね。せやな、うちらの培った技術も次に活かしていきたいな。まあ、なんか設定が悪かったとかで、新しいシーズン始まってから4回も落ちて負け判定になっちゃったから、ちょっと辛いけどな。つむみちゃんも言ってたけど、録画設定が悪いのか未だに落ちちゃうんだよね。今の設定にしてから安定したような感じがするから、うまくいくといいんだけど、新しいバッジも来たし、こっそり改善してたりすると嬉しいけどな。あ、ゲーム面でも結構変わったから良さげやで。新しい手段も追加されたから、どんどん大野も盛り上がると嬉しいね。うちとしては、小未戦車メインの手段が欲しいんやけどな。次の大型 DLC にも期待やで。それじゃ、今回使う手段やな。葵、今日は何を使うんや？いっくよー。ポーランドの戦車手段、第4ポモルスカ機械化手段だよ。ポモルスカっていうのはポメラニア地方を意味するみたいだよ。なるほどな。ってことは、この地域に由来する手段なんやるか。この地図は12世紀から17世紀に存在したポメラニア公国の地図やな。古修士コホークで活躍した指揮官の一人、ヤン・キリンスキさんにも由来する手段みたいだね。それでやけど、この手段はなんて呼ぼうか。手段アイコンが四角いから四角でええやんな。もちろん、レオンだとオランダの手段と被るからね。まずなんといっても、コスパが良くてたくさん出せるメリだな。四角の魅力やな。連度1段階で6両出るのも魅力やで。この値段で、走行14、射程も長いのは魅力だよね。1分間で2両も出せるから、数も揃いやすいのもいい。あとは、全体的にヘリが強いよな。75ポイントで出せる。このヘリとかめっちゃ強いで。AT ミサイルは遅くて避けられちゃうことも多いけど、AA の命中率は 60% もあるからね。こんな感じで横に広く配置するのが無難に強いんじゃないかな。偵察ヘリも連度上げると 23mm の命中率跳ね上がるからおすすめやで。35% アップで 75% や。偵察歩兵もとっても優秀だよ。輸送車両の本川さんは特殊部隊の特性持ちだから移動速度も速くなるんだよね。この偵察ヘリの速度が195キロってことになってるんやけど、それ以上の速度が出てそうやな。連度を上げればもっと速くなるからおすすめだよ。速すぎる。厳しい訓練でドライブテクも習得したんやるか。強みを見てきたけど、それじゃあ葵、逆に視覚のデメリットは何やと思う？偵察の BMP1 はあるけど BMP2 がないことかな。そこまで気にならないけどね。 BRM もないもんな。あとは戦闘機が若干弱いところと戦車のコストと枠的に長期戦になるとしんどいな。大規模な戦車戦とかしちゃうと息切れしちゃうよね。こんなところかな。明確な欠点があるわけじゃないから、この手段も使いやすい部類に入ると思うよ。うちらのデッキはこんな感じや。ロケット砲を採用してるから補給トラックは多めにしてるで。あとは全体的に幅広い戦い方に対応できるようにしているよ。相手にどういう選択肢を取るか読まれにくいっていうのも強みだと思うんだよね。うちらが一つ一つの選択肢を取るたびに相手もその分対応を迫られるからな。他にない強みやで。それじゃあ早速実践に行こうか。葵、ポーランドの力を見せる時が来たで。よっしゃー。マップは暗いで前回と同じサイドだね。お相手さんも前回と同じ方だよ。相手が選んだ手段はレムナットらが多国籍のいろんな部隊が集まった空挺手段やエリートな手段って感じがしていいよね。フル火兵も使えるよ。大量に出てくる ATGM にも注意せんといかんな。四角にとっては厄介もんやで。逆に欠点なのはまともな戦車がない上にヘリと砲兵が弱いことかな。クラスター弾を撃てる迫撃砲はあるけどね。多少の違いはあれど空挺手段はそういう特徴が目立つよな。どうにか弱点をつきたいところや。歩兵戦に関しては四角も弱いわけじゃないから落ち着いて対処したいね。次に作戦計画やけど前回の動きと基本的には変わらんで、右翼は守って左翼にかなりの戦力を注ぐって感じだね。前回と同じエイトでしかも同じサイドだからな。こちらの動きが2番戦地にならないか心配やで。同じマップで戦う以上どうしても似た動きになっちゃうのはしょうがないと思うよ。お姉ちゃん、重要なのはいかに戦力差で相手より優位に立てるかやでな。実際の部隊配置はこんな感じだよ。左翼は RPG を2発同時に撃てる AT 歩兵、RPO 持ちを2部隊配置したよ。戦車はロケットが撃てる T55 を2両、そしてメリダも1両配置したで。ロケットはうまいこと活躍させたいな。それじゃお姉ちゃん、お相手のスニーキーさんも準備ができたみたいだし勝負だよ。決闘や。爆速で走ってくる敵の ATGM 車両が見えてきたな。うちらの供給路を断つつもりや。飛ばした偵察ヘリはワンパンされちゃったね。さすがに対策されてたか。歩兵はなんとか目標地点まで輸送できたで。LSV もやったな。
歩兵を前に出して敵歩兵の位置をまずは確認しないとね。単純な打ち合いなら負けちゃうけど RPO さえ打ち込めれば優位に戦えるはずだよ。最左翼に配置した偵察歩兵は役目を果たせたし撤退させるで。いくら特殊部隊でも数には負けるからな。あの丘のポジションに歩兵を置いたのが見えたね。森林戦では優位に立てているんだけど敵歩兵を殲滅するのは難しそう。右翼は今のところ大丈夫そうやで。圧力をできるだけ加えて左翼の負担を少しでも減らしたいな。あの歩兵はグルカ兵や。急いでロケットの発射命令を下すで。撃て、十分引きつけてるし命中するはずや。やったねお姉ちゃん。2発撃ったのは過剰だったかもだけどあれで倒しきれなかったら怖いからな。ともあれグルカ兵を倒せたのは大きいで歩兵を前進させて敵の増援を断ち切るよ。うわヘリボーンでしかもグルカ兵が3ユニットも来るなんて予想してなかったで。対空をもう少し前に置きたかったけど狙われやすいし難しいよね。段差の下に置くのがベストだったかもだけどまあ増援の歩兵も来たしロケットの装填も終われば反撃の手はずも整うはずや。ロケット装填完了。撃て、当たってくれ。ちょうどスポットが切れちゃったね。多分当たったと思うんだけどグルカ兵は今回のアプデで山岳特性がついたからな。森でも速度低下ペナルティなしで動けるで特殊部隊の特性もついてるからもしかしたら足も速くて森でもデバフなしで戦えるのかも。厄介だね。グルカ兵恐るべしや。グルカ兵が平地の方にいるから RPO で迎え撃ちつつ正確な位置にロケットを叩き込めるよう何度も修正しているよ。敵の ATGM も迫ってきとるし森からメリダを出して迎え撃つで。装填完了。撃て、当たれ。次の装填も急ぐで。撃ち続けろ。1発目は若干外したけどまだ2発目がある。1部隊はやったな。戦闘可能な歩兵で追撃させるで。突撃。右翼は若干押されつつあるね。防衛に有利なポジションで迎え撃つよ。左翼は余裕が出てきたから予備も積極的に右翼に投入するで。ただあくまで牽制程度にやけどな。左翼の戦いに注力したいもんね。相手もそれは分かってるような気がするよ。一応ロケットも撃ってみてるけどもうあっこにはおらんやろな。ヘリも落ちてるしちょっと辛いで。大丈夫。このあかねちゃん砲ランデのバージョンのあかねちゃん砲呼ばわりするのはやめんか。お姉ちゃんこの革命的な威力まさしくあかねちゃん砲でしょ。そんなドヤ顔で言われてもな。左手にある森にもロケットを3回分撃ち込むで。CV が隠れてるかもしれんからな。左の森を無力化したら次は正面の森にも攻撃を加えるよ。重要なポジションだし敵部隊も潜んでいるだろうからね。敵の増援路も遮断できたらええけど難しいやろな。そういえばお姉ちゃんこの森ってオーストリアに見えるよね。だいぶ唐突やな。まあ確かに。122mm の多連装ロケットを撃ち込んだ後に T55 のロケットも敵がいそうな場所に撃ち込んでるで。やっぱりこのロケットの威力も凄まじいね。補給枠広げててよかった。ついに敵機が飛んできたな。シードかもしれへんし急いでレーダーをオフにしたで。戦闘機も飛ばして敵クラスター機の迎撃に向かわせるよ。一応なんとかなったな。被害はゼロや。この NF5A も落としたいところだね。敵機の ECM は低いからいけるはず。撃墜できたな。でも敵の輸送車両が見えてきたで。戦車を前に出した方が良かったと思うんだけど敵の ATGM もおるから難しいよな。撤退を重ねた結果ついに森から追い出されちゃったよ。ヘリも呼んだからここで食い止めたいところだね。森をもう一度取り返すことに成功したんやけど大量の装甲車が控えてて前進は難しそうやな。この状況を打開するために T55 のロケットを打ち込むよ。少なくとも CV を安定して入れられるだけの空間は確保したい。当たったね。ほぼ同時に発射できたし何両か倒せてたらいいな。敵場についてないやけど偵察を置く場所も限られてるし向こう側のオーストリア森周辺の様子を伺う方法は限られてるな。まあ限られた情報から相手の手札を読むのもこのゲームの醍醐味だからね。エスパー葵ちゃんに任せてよ。エスパー？まあお姉ちゃんこれでも私の見立てはよく当たるって評判だしね。まあ大野に戻ろうか。前衛の歩兵は徐々に消耗しつつあるで。飛行戦力は今のところほぼ無傷やけどな。顔を出してもすぐやられちゃうから困るね。一つずつ叩けるところから叩くよ。まずは砲撃で敵の迫撃砲陣地を狙おう。ありゃ存在してるだけで厄介やからな。多連装ロケット砲なら当たるかもしれんし命中しなくともかなりのプレッシャーになるはずや。丘上の敵 ATGM を排除するよ。でもちょうど中央の CV がやられちゃったね。スモークを散布して歩兵を突っ込ませてくるとはなかなかやりよるな。
スモークを打つ迫撃砲を直接攻撃する手段がないから難しいところだね。一旦退いて対処するのが良さそう。左翼は側面から圧力をかけてるで。戦車も増えてきたから敵の CV を叩きたいところやな。左の偵察とメリダをうまく連携させたいね。攻撃するなら一気に行くしかないよ。敵歩兵の増援を断ち切るのが最優先目標やな。完全に遮断とはいかずとも多少でも妨害できたらええんやけど。左翼は敵 CV を一度撃破することに成功したと思うんだけど、また取り返されちゃったね。そして何より相手のスコーピオンが殺到してまずいことになってるで。これだけ集まると厄介だし、近距離戦になれば負けるかもしれんしな。森にいる歩兵で勢いを削いで戦車で決着をつけよう。ここが正念場だよ。お姉ちゃん、あとちょっとだ。おお、我が妹がこんなに頼もしくなって。うちもう感激しすぎとって爆発しちゃいそう。お姉ちゃん、ひどい。あのビーゼルの疼痛はかなり厄介やし、クラスター機を飛ばして撃破を狙うで、相手のスコーピオン主体の攻勢もなんとかしのぐことができたね。まさに一進一退だよ。相手のビーゼルも全て撃破できたな。側面から6両の戦車を突っ込ませて敵左翼を突き崩すで、T55 ほど近距離戦に適した戦車は他にないからね。連度も2段階上げているから、かなりしぶとくなっているはずだよ。いくでー。敵の先鋭部隊は排除したね。このまま突っ込むよ。右にいる部隊も森に向かわせろ。左翼の敵を一掃するんや。敵 CV 発見。ここで叩けるのは大きいんじゃないかな。というか、お姉ちゃん、突っ込んだ T55 が止まってるから早く分散させないと。クラスターとか LCP が飛んできちゃったらまずいよ。わかってる。でも操作が追いついてなくてな。お姉ちゃんの墓地。まあでも、そういうところがお姉ちゃんのいいところだよね。忙しいんやからそういうのええねん。まあまあ。左翼は CV を入れられたし、敵の戦力をかなり削ることができたね。ただ、突っ込ませた戦車部隊は壊滅しちゃったな。左の森に歩兵が潜んでたのが一番やばかったで、森にいた敵は一掃できたし、攻撃は成功だったと思うよ。でも、右翼の状態が若干まずいね。防衛線が破られちゃってる。余裕ができたら、右翼にも増援を送るで。今のうちに、左翼の防備を固めたいところやな。CV が入ってきたから T55 のロケットを打ち込んで位置を割り出すよ。撃破まで持ち込めたら嬉しいね。ゲーム的な話になっちゃうんだけど、カメラを近づければ撃破できたかどうか確認できるで。カメラワークがちょっとキモいけど許してな。CV は倒せてないね。でも位置は割り出せたからよしとしようか。大量の ATGM が突っ込んできたな。出せるヘリはもうないし、あれが右手に回ってきたらかなりまずいで。AT 機を飛ばして対応しよう。お姉ちゃん。相手の ATGM は止まってるから森にいる戦車も有効活用できるはずだよ。1両はやったな。 AT 機も突っ込むで。2両目も撃破、3両目もやったで。今がチャンスや。戦車を突っ込ませるで。すごい量のヘリが飛んできたね。対空も少ないし結構まずいな。このタイミングで歩兵も突撃してくるやるか。右翼はさっきまで取り返されてたけど戦力も集まったし反撃に出よう。最後はスピードの勝負だ。あとは左翼の敵をどうするかやな。相手も最後の力を振り絞って攻撃してきているはずや。当然うちの予備もそこを突きかけてるんやけど大丈夫だよお姉ちゃん。ここで踏ん張れば絶対に勝てる。あともう少しだよ。ポーランドの同志諸君。歴史上で何度も苦難に遭い幾度となく復活を遂げた諸君なら何者も恐れることはない。右翼の CV も見つけたで。これでポイント的にも差をつけられるはずや。航空機を飛ばして ATGM を叩きつつ対空を集中させてヘリに対抗するよ。相手が投了を選択したで。やったな、うちらの勝利や。前回の戦いよりも大変な戦いだったね。私も余裕ぶってたけどかなり緊張してたよ。あのグルカ兵といい ATGM といい慎重に対処する必要があったからな。でも葵のおかげで勝てたで。ここまで見てくれたみんなもありがとね。ありがとうな。あとお姉ちゃん今日は褒めてくれたよね。なんでうるさいな葵。そういう時もあんねん。